どうも、枝豆の妖精、ずんだもんと、餌釣り大好き、つむぎです。いつもご視聴ありがとうございます。初めての方は、はじめまして、なのだ。今回は、遠投かご釣りの段取りの模様をお届けしながら、視聴者さんからいただいたコメントに対する、僕なりの説明をさせていただこうと思うのだ。ドキって、どういった内容のコメントだったのかな？もしかして動画がクソつまらない？わちゃ！そんな内容のものじゃないのだ。遠投かご釣りにおける、使用する針とハリスのサイズに関する問いかけだったのだ。なるほどね。そういえば前回の解説動画の中では、ハリスの長さについての解説はあったとは思うんだけども、サイズに関する解説はされていなかったよね。そうなのだ。僕自身、解説すべきかどうかを悩んだんだけども、針とハリスのサイズについては、釣り人さんによっては好みなんかも違ってくるだろうし、ましてや、釣りをする環境の違いなんかもあるわけだから、一概に、こうだ、とは言えないと思い、解説は控えさせていただいたのだ。それじゃあ、今回はどうして説明しようと思ったのかな？もしかして、坊主続きでネタ切れ状態だったとか？黙らっしゃい。とにかくは、僕なりの主観に過ぎないけども、針とハリスのサイズはこうやって決めているよ、的なことを解説させていただくのだ。まずはじめに、僕自身の話になっちゃうんだけども、魚釣りを始めたのが、野池や小川で小舟や小さな追い川なんかの小魚を主に釣っていて、そのほとんどがリリースだったのだ。その時使っていた針は、小さなすれ針で、ハリスのサイズもナイロンの1号未満とか、そんな感じだったのだ。基本的にはリリースが大前提だったので、釣れた魚への負担を軽減させるためにと、すれ針を使っていたのだ。そしてその時、合わせの時には鬼合わせをしない、というのが体に染みついちゃったのだ。リリースが大前提の釣りだし、釣れた魚への負担を軽くしてあげるというのは、とても大切な心がけだと思うな。そして、海釣りを始めてからもこうした感覚は抜けずにいて、極力、小さな針を使うようにはしていたんだけども、海釣りというのは多種多様なわけだし、同じターゲットを狙うとしても、時や場所、重宝によって、針とハリスのサイズを変えなくちゃ、と思うようにもなったのだ。そして、針のサイズについて最も心がけていることは、持ち竿で当たりを待つ場合は小さめにし、置き竿で当たりを待つ場合は大きめにする、ということなのだ。それってどういうことなの？持ち竿でも置き竿でも、狙いのターゲットは同じで、時間や重宝も同じなんだから、変える必要なんてないんじゃないの？とは言っても、僕の場合で大変恐縮なんだけども、持ち竿の場合に当たりが出れば、すぐに合わせることができるので、針が飲まれることが少なかったりするのだ。なので、小さめの針はすっぽ抜けや乗らなかった場合も多発するんだけども、針が魚にかかった時の負担はかなり軽減されると思うのだ。その逆に、すぐに合わせを入れられない置き竿の場合は、大きめの針にすることで、魚に飲み込まれないようにはなるんだけども、当然、食いが悪くなってしまうといったリスクも考えられるのだ。そして、遠投かご釣りのような浮き釣りというのは、基本的には手持ちの釣りにジャンル分けされると思うわけだから、ぶっこみ釣りのような置き竿で当たりを待つ、ということにはならないと思うのだ。ということは、針のサイズが小さいのだから、それに伴って、ハリスのサイズも針のサイズに見合ったものになるってことだよね。そういうことなのだ。なので、遠投かご釣りの場合に使用するハリスのサイズは、基本、1.5 号から3号くらいが多いかな、って感じなのだ。けれども、人気の鳩や海釣り公園なんかの釣り人さんが多かったりする釣り場や、磯釣りのように、根が荒れていると思われる釣り場なんかでは、ハリスのサイズは太めにしないとダメな場合もあったりするのだ。だから、こうしたことも踏まえ考えれば、
一概にこうだなんてことは言えないと思うのだ。そして次に考慮しないといけないのが餌のサイズに合わせるということなのだ。これについても魚の食いの状況なんかで変化することもあったりするので、一概にこうだってものはないんだけども、いかにうまく魚に食ってもらえるかということを常に意識しながらいろいろと試してみてはいかがかなと思うのだ。ちょっと待って。魚釣りには答えがないといった言い回しにも聞こえるんだけども。そうなんだけども、針とハリスについては本当に答えがないと言っても言い過ぎじゃないと思うのだ。基本的に針とハリスがなければ絶対と言って魚が釣れることはないんだし、なのでいかに狙うターゲットの状況なんかを深く考慮しながら針やハリスのサイズを合わせていくことがベストだと思うのだ。本当に奥が深いわね。そうなのだ。奥が深いからこそやめれないのだ。まさに釣りロマンって感じだね。魚釣りをするときは竿やリールに頼るか、それとも餌に頼るかってことも大事なんだけども、針やハリスに頼るってことが最も重要だと思うのだ。幸いこの針やハリスについては日本のメーカーさんの技術は世界トップなわけだし、あとはいかに自分の釣りスタイルに合ったものを見つけることができるかということになるかな。それでずんだもんの釣りスタイルに合ったものは見つかったりしたの？うんにゃ、これまでずっと手探り状態なのだ。おそらくはこのままずっと手探り状態で終わるかもなのだ。とまあ、針とハリスにまつわるお話なんかをあれこれ生意気言っちゃったんだけども、映像はこのまま続くので最後までご視聴いただければ嬉しいのだ。あは、今回は素直に生意気だってこと認めちゃったんだね。生意気とはなんじゃらほいなのだ。